この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日はこちらの不思議な形状のインダクターについて見ていきます。これはコニカルインダクターと呼ばれるものです。コニカルは日本語ですと円錐型のという意味があり、その言葉の通り円錐形状をしているインダクターです。コニカルインダクターを見たことのある人や実際に使ったことのある人は、電子回路設計をやっている人でも少ないのではないかと思います。通常のインダクターもコニカルインダクターもインダクターとしての動作は変わらないものの、この形状によってどういったメリットが出てくるのかというのを見ていきます。その前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。皆さんシグマデルタ型 AD コンバーターを活用したいと思ったことがあるんじゃないかと思います。今日はそんな方を応援するためのセミナーの紹介です。ディジキーとアナログデバイスズが共同制作した特別技術コンテンツ第2弾の公開です。アナログデバイスズの凄腕エンジニアの石井悟さんが解説する高性能なアナログデジタル変換の設計技術を体系的に学べるコンテンツです。技術記事で理論を学び、ハンズオンセミナーで実機を動かして体験して、YouTube 動画シリーズで設計力を磨く。この3ステップでシグマデルタ型 AD コンバーターの真の性能を引き出す力が身につきます。ハンズオンセミナー、今すぐ使える計測用24ビットアナログデジタル変換オールインキットは2026年5月22日にオンラインで開催されます。現在受講受付中です。視聴だけであれば全て無料でできますので、詳しくは概要欄のリンクからどうぞ。まずこちらがコニカルインダクターです。よくあるインダクターはこのようにソレノイド形状に巻かれているか集中して巻かれているもの、またはフェライトコアなどの鉄芯材料に巻かれているものが多いです。なぜインダクターをこのような形状にするかというと、インダクターとして動作する周波数帯域を広くするためです。実際にこんな回路に使われるかもというのを見ながら解説していきます。例えばこのような構成の高周波アンプを考えてみます。左側から RF の入力、トランジスタ、RF の出力といった並びです。実際の回路は信号源やトランジスタだけでは動かなくて、トランジスタを直流でバイアスする回路や電源が必要になります。当然こういった電源には平滑化や電源からのノイズをグラウンドに逃がすためのキャパシターが電源ラインにぶら下がっています。ここで気になることは、トランジスタをバイアスするためのこういった電源はトランジスタに直接つなげてしまっていいんですかっていう話です。では試しに電源をトランジスタに直接つないでしまいましょう。まず直流的に見てみるとトランジスタは問題なくバイアスできていそうですね。そして交流の信号はどうなるかというと、高周波の入力があってキャパシターを通ると、そしてトランジスタとこの電源の部分に接続されるような構成となっています。ここで電源ラインにつながっているキャパシターを見てみます。キャパシターは周波数が高くなるほどインピダンスは低くなります。ですので高周波の信号はトランジスタの方ではなくてバイパスコンデンサーの方に流れていってしまいます。そうしますとこのトランジスタで信号の増幅はできていないですし、仮にできたとしても原因は低くなってしまいそうです。今は RF 信号側から見てきましたが、電源側からも見るとどうなるのか考えてみます。電源からのノイズがあると仮定すると、ここのキャパシターで取りきれなかったノイズの成分というのはこちらのトランジスタ側の方に伝わって、そしてトランジスタで増幅されてしまうかもしれませんし、それかノイズの成分がですね、この RF 信号側に伝わっていってしまうかもしれません。ここまで見てきた通り、直接電源をつなぎますとトランジスタのバイアスはできるかもしれないんですが、信号の増幅は難しそうです。ここで改めてインダクターを入れて考えてみます。インダクターは直流を流しますので、トランジスタのバイアスは問題なくできていそうです。信号源からの RF 信号に対してはどうなるかというと、インダクターは交流信号に対して高いインピーダンスを持ちますので、インダクターの方には信号はいかないと。ですので高周波の信号はトランジスタの方に行ってくれると。うまいこと信号が増幅できそうになりましたよね。今は入力側の回路について見てきましたけども、出力側の回路にもやはりインダクターを入れます。この部分にインダクターがあると増幅された高周波の信号というのはこちら側には流れていかないで、きちんと RF アウトの方に流れていってくれると。ちなみにこのようなインダクターと直流ブロック用のキャパシターの組み合わせの回路をバイアスティと呼びます。
この部分に使われているインダクターは何でもいいのかというと、そういうわけでもありません。このアンプがどのような周波数で動作するのかにもよりますが、交代域で動くようなアンプであるならば、インダクターは広い周波数帯域でインダクターとして動作しなければならず、かつインダクターの自己共振周波数はなるべく高いことが求められます。なるべく高いというよりかは、どちらかというと動かす周波数の中に自己共振周波数がないようにインダクターを設計するといった方が良いです。ここで自己共振周波数というワードが出てきました。インダクターは実は周波数によってはインダクターとして動作しなくなります。というのも、インダクターを巻いている導線と導線の間にはピコファラッド単位の巻線間の静電容量があるからです。回路図でいうと理想的なインダクターは本当に L の成分のみです。実際のインダクターはそこに巻線の抵抗と、そして巻線間の静電容量が並列になる形となります。実際周波数が低い領域ですとインダクターとして動作しますが、周波数がある程度高い領域になってくるとキャパシタのインピーダンスの方が低くなって、実際キャパシタのような動作となります。先ほどの回路では信号の周波数帯でこういったインダクターが自己共振を起こさないことが重要となります。ここからは定性的な話にはなりますが、通常のソレノイドインダクターとコニカルインダクターの違いを見ていきます。通常のソレノイドインダクターでは各ターンの直径やピッチがほぼ均一です。そのため巻線間の規制容量もほぼ均一となり、コイル全体が一つの LC 共振回路として振る舞います。結果としてある特定の周波数で自己共振を起こし、それ以上の周波数ではインダクターとして機能しなくなります。一方でコニカルインダクターがなぜ交代域で動作するのかについてはいくつか見方があります。一つは1ターンごとにインダクタンス値や巻線間の静電容量が異なるので、共振点が分散するという考え方。それ以外には直径の小さいところから太いところまでがそれぞれ異なる周波数帯域を分担しているという考え方もあります。いずれにしても広い周波数帯域でインダクターとして動作し続けるのがコニカルインダクターの特徴です。では実際にコニカルインダクターがどれくらい交代域で動作するのかを確認していきます。こちらがお手製のコニカルインダクターです。こんな感じで巻いています。これを回路に入れていきます。今回は先ほどのアンプ回路で使ったようなバイアス T 構成で使うことを想定してこのような回路で測定しました。それをナノ VNA に接続して S パラメーターを測定していきます。こちらが測定結果です。S パラメーターの S11 と S21 を見ています。横軸は周波数で 50kHz から 900MHz までを見ています。縦軸は dB です。S パラメーターの詳細な説明については省きますが、簡単に説明すると S11 は信号がどれくらい反射するのかを示すものです。今回の場合ですと基本的には dB が低い方が良いものとなっています。つまり信号を1入れたら反射せずに何も信号は返ってこないでほしいということです。S21 は信号が入力ポートから出力ポートにどれくらいよく伝わっているかを示すものです。今回の場合ですと直流以外ではなるべく 0dB で貼り付いていることが望ましいです。つまり信号を1入れたらその信号が減衰せずにそのまま出力から出ていってほしいということです。改めて結果を見てみると周波数が低い領域ではインダクターのインピーダンスも低くなるので、信号入力とグラウンドはインダクターの巻線抵抗でつながっている状態となります。ですので信号が線路の途中で反射して S11 は大きくなります。インダクターはほぼない短絡状態となりますので、信号は出力まで伝わらずに途中で減衰してしまいます。その結果 S21 は低周波では小さくなってしまいます。結果を見てみると周波数が 837MHz の地点で何かが起きています。S11 が大きくなって S21 が小さくなっています。ここではインダクターのインピーダンスが下がって巻線間容量で直列共振的な動作になっている可能性があります。つまりこの付近では入力された信号は反射して戻ってくる。そして出力のポートに出てくるまでには減衰して振幅は小さくなっています。この結果を見てみると確かにこの部分に共振点はあるけど、それ以降ももしかしたらインダクターとしては動作しているっぽいです。本当はですね、次の共振点が見えるくらいまで高い周波数を見てみたいのですが、数十ギガヘルツまで見られるネットワークアナライザーを持っていなかったので、今回は見送りとしています。計測器メーカーさんお待ちしております。次は通常のソレノイドインダクターの結果を見てみます。コニカルインダクターと似たような直径で単数もほぼ同じに揃えています。
結果を見てみると、なんだかこっちの方が特性が良くないかなという風になりました。まず定域を見てみると、コニカルインダクターと比べてインダクタンス値は大きく取れます。なので定域の特性の落ち込みというのは少ないようです。途中の 350MHz と 550MHz のところで共振点のようなものが見えます。実際 S21 は少し低下していますが 0.5dB 程度なので実用上は問題なさそうです。コニカルインダクターの時に出ていた 840MHz 付近での S21 の落ち込みもありません。これを見てみると 900MHz までの範囲ではソレノイドの方が良い結果に見えます。コニカルインダクターを使う目的は高帯域でインダクターとして動作してほしいからなのですが、少なくとも今回測定した 900MHz までの帯域ではコニカルの高帯域のメリットは確認できませんでした。というわけで今日はコニカルインダクターが一体どういうものなのか、簡単にですが実験を交えて解説してきました。測定系の問題や製造の点から思ったようなコニカルインダクターとはなりませんでしたが、コニカルインダクターの動作原理やなぜ高帯域で使えるのかという部分については理解できたかなと思います。あとコニカルインダクター今回実際巻いてみたんですけども、作るの結構難しかったです。巻き方やテーパー比を変えてみたり、もっと高い周波数で測定できる環境が揃ったら改めてチャレンジしてみたいと思います。というわけでもしこの動画が役に立ちましたら高評価よろしくお願いします。何か気になることがありましたらぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。